こんにちは、斉藤直樹です。今回は、綺麗な線画の描き方について解説をしていこうと思います。質問が来ております。10代水面鏡さんからの質問です。斉藤先生、こんにちは。いつも解説動画や添削動画、わかりやすく己に当てはめて、うまく見せるポイントや工夫の仕方を学べるので、とても助かっています。今回の私の悩みは、線についてです。他の S さんなどを見ていると、バランスはもちろんなのですが、線の綺麗さに驚きます。デジタルの下書きの上に引かれる形の綺麗な線、アナログの人を見ると、特に同じ鉛筆など身近な文房具で書かれているにもかかわらず、塗り方やキャラの輪郭線がスッキリしていて、完成された形という感じがします。私が鉛筆やペンで書いても線がうねうねと迷ったり、何本か書いてしまったり、なかなか一本のスッキリとした線になりません。どうも正解の線を選んで書けていない。そんな感じがしてしまいます。一体どんな練習をすれば、しっかりとした魅力的な線を書けるようになるのでしょうか。ぜひ教えてください。とのことです。はい。水面鏡さん、ご質問ありがとうございます。アナログでもデジタルでも、線がスッキリと一本で引けない、綺麗な線が描けなくて悩んでいるってことなんですね。わかりました。アナログの場合はね、以前紹介した動画、即上達、絵がうまく描けないのは、これができていないからです。を見ていただけると、アナログで線を綺麗に2番よく描くための方法がわかると思います。アナログの場合にはね、こちらを見てくださいね。で、おそらくですね、綺麗な線画の試行錯誤をする場合には、清書の場合には特になんですが、デジタルの方が色々と試行錯誤しやすいと思いますので、今回はね、デジタルでの綺麗な線の描き方について解説をしていきます。それと、まず大前提として押さえておいてほしいのが、綺麗な線画といっても、種類がね、色々とあるってことです。今回はね、その中から大きく分けて、2パターンの綺麗な線画の描き方についてお伝えをしていきます。この動画を見ていただければ、ずっと悩んでいた綺麗な線画の描き方について知っていただけて、幾分気を楽にしてね、線画に取り組めるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。強くてしっかりとした雰囲気の線。まず最初にお伝えしていくのは、強くてしっかりとした雰囲気の線の描き方についてですね。はい、もう先にね、完成図を見せちゃいましょう。こんな感じの線ですね。この線画の特徴は、しっかりとした黒い線で、太い部分、細い部分の強弱があり、すっきりとまとまっているのが特徴です。こういう線のメリットは、パッと見でね、強い印象を与えられるので、万人受けしやすくて、そして何が書かれているのか分かりやすくて、多くの人に受け入れられやすいのが特徴だと思います。で、逆にデメリットなのが、線がね、こうスーッと長いストロークではっきりと書かれるので、特に初心者の場合は、ちょっと書くのが難しい、慣れが必要っていうのが、デメリットといえばデメリットかもしれません。でもね、安心してください。この辺のデメリットの克服法もちゃんと解説をします。まず最初に、綺麗な線を描きたいなら、しっかりとした下書きを用意しましょう。慣れてる人でも、まっさらなところから綺麗な線画を描くのはすごく難しいので、こんな絵を描こうという絵をきちんと用意しておくのが重要です。その下書きの仕方がわかんないんだけどという人は、さっきも紹介した即上達、絵がうまく描けないのはこれができていないからですという動画をご覧ください。魅力的な絵になる下書きの仕方もここで詳しく解説しています。もう下書きじゃなくて線画を練習したいんだよ。ラフを用意するのめんどくさいよという人は、こちらのラフをですね、僕のピクシブファンボックスから無料でダウンロードできるようにしておきましたので、下の概要欄よりダウンロードしてご利用ください。ラフを使って描いた絵は、ご自分の SNS でも公開して大丈夫です。で、最初に重要なのは、まずはペンの設定ですね。線画が苦手な人は特に、クリップスタジオペイントを使うのが良いと思います。このソフトは、とにかく線の描き味が良くてですね、なおかつサポート機能がついています。この手ブレ補正という部分をご覧ください。ここの数値を上げることで、特に線を綺麗に描く練習なんてしなくても、かなりスムーズな線が描けるようになっちゃうんです。はい。試しに描いてみましょう。まずは手ブレ補正0で、ゆっくりと線を描いてみます。はい。こんな感じ。で、今度は手ブレ補正を9にして、またゆっくりと線を描いてみましょう。そうすると、ほら、見比べてみてください。アップにしてみましょうか。ほら。どうですか？手ブレ補正0だった時にガタガタだった線が、手ブレ補正9にしたら、スーッとまっすぐに引けちゃったのがお分かりいただけると思います。初心者の場合には特に、ここの手ブレ補正の数値を高めに設定してあげると、線がガタガタせずにまっすぐ引けて、気持ちよく線が引けると思います。まずは最初、この設定をしてみてくださいね。ラフを薄く透かそう。
さあ、そしたら線画を実際に描いていってみましょう。ラフを薄く透かして線を描いていくんですが、ここで早くもポイントです。綺麗な線画を描きたければ、なるべくラフを薄く表示して描きましょう。というのもですね、見えにくいからといって、このようにラフを濃く表示して描くと、なぞりやすくはあるんですが、線を描いた後にラフを非表示にしてみると、ほら、ちょっとね、線がガタガタになっちゃうことあるんですよね。これはラフの印象に引っ張られちゃって、線単体の印象をあまりよく見ながら描くことができなかったことが原因です。このようにラフをなるべく薄く表示しておけば、線を描いている時点で線のストロークがちゃんと綺麗に描けているのか、自分の目で確かめながら描くことができるので、結果いい感じに仕上がります。重要なので覚えておいてください。ワンストロークで描かなくても大丈夫。はい。こんな風にラフを薄く透かしながら手ブレ補正をしっかり効かせたペンで描いていきましょう。僕は今回オリジナルのペンを使っていますが、クリスタに最初から入っている G ペンというブラシがすごく綺麗な線を描くのに適しているので、まずは G ペンを使ってみるといいでしょう。さあ、二つ目のポイントをお伝えしていきます。線画はワンストロークで一気に引かなくても全然 OK です。実際に僕の線の引き方を見てください。今、セーラー服の襟の部分を描いていますが、ほら、全部ワンストロークで描いていないですよね。短いストロークをつなぎ合わせながら、少しずつ線画を伸ばしていってるのがお分かりいただけると思います。肩のラインについても同じです。角度が変わっている部分までは一気に描きますが、そこで一旦線画を区切って、綺麗につながるように、また違う角度の線を引くという感じで描いていますね。で、ミスしてしまったら、コントロール Z で一つ戻りながら、新たに線を引く。という感じです。こうやって細切れに線を描いていくことで、ペンの操作にあまり慣れていない人でも確実に前に進んでいくことができるんです。もしかしたら一気にストロークを引ければかっこいいとは思いますが、慣れていないうちはなかなか難しいと思います。なので、このような描き方で着実に線をつなげていくのがおすすめです。前髪は細めに描こう。さあ、髪の毛を描いていきます。髪の毛を描いていくときには、線の太さ、細さに注意が必要です。特に前髪は、顔のね、表情に関わってくる繊細な部分なので、なおさら注意です。前髪はですね、他の部分よりも若干ですが、細めの線で描くのがいいです。ほら、輪郭の線と髪の毛の線、見比べてみてください。若干ね、細めに描かれているのがお分かりいただけると思います。前髪の線をこのように細く描くのは、後で描く目や鼻や口の印象を邪魔しないためです。前髪を濃く太く描きすぎてしまうと、特にまつげの線と干渉してしまって、印象がね、ちょっとやぼったくなってしまいがちです。なので気持ち、前髪は細めの線で描くことを心がけてください。こういうのってなかなか言われないと気づかないですよね。はい。さあ、どんどんいきます。輪郭線は太く描こう。前髪は細くと言いましたが、同じ髪の毛の線でも逆に太く描いた方がいい線があります。それが、アウトライン。輪郭線ですね。アウトラインを太く描かないと、全体の締まりがなくなってしまい、いまいちね、まとまりに描ける絵になりがちです。というのも輪郭線というのは、一番外側にある線。つまり、箱の役割をします。箱がしっかりとした頑丈な作りじゃなければ、箱がね、ぶっ壊れてしまって、中に入っていたものがバラバラっと散らばってしまいますよね。それと同じです。輪郭線は絵をまとめる役割をしているので、他よりも太く濃く描くことを心がけてください。どうしても絵にまとまりがなくなっちゃうという人は、これを意識するだけでね、かなり線画が改善するはずだと思いますよ。一番細い線で髪の流れを描こう。さあ、輪郭線と違って細く描いてほしいのが髪の毛の流れを表す線ですね。髪の毛の流れを表す線はスーッと長いストロークで描かれることが多いんですが、この線があまり太いと絵が重たくなりがちです。この線は全体の線の中で一番細く描いてあげましょう。髪の毛のサラサラっとした流れを表現できて軽い仕上がりの絵にすることができると思います。線をたくさん重ねよう。さあ最後に顔の部分の線画の解説です。この部分の線画は他と少し違います。特に目の部分、まつげの描き方にご注目ください。このように細い線を何本も束ねてまつげの部分を描いていきますね。人によってはこのように目の部分の瞳孔や影の部分まで線画で描く場合があります。はい。反対の目も線を入れていきましょう。細い線を何本も重ねて目の印象を徐々に強めていきます。はい。太い線はね、もうそれだけでインパクトが強くなります。右側の縮小画面を見てみると、さらに印象がわかりやすいと思います。
ほら、全体で見た時に目の印象がことさらに強くなっているのがわかりますよね。このように顔の中身、とりわけ目の印象を強くしないと絵のインパクト全体が弱くなってしまいますので、線を何本も重ねて目を描いてみてくださいね。そして最後に、さらに絵のインパクトをくっきりはっきり強くしたい場合には、このようにベタ面を作ってあげても良いです。黒い部分が多ければ、より印象の強い絵にすることができますので、なんか物足りないかもしれないなと思ったら、影面をベタで塗りつぶしてみてください。もちろんね、この後着色する予定があれば、ベタじゃなくても、色で対処しても全然いい部分です。はい。1パターン目の線画が完成しました。どうでしょう？パッキリとシャープで印象が強く、かつ万人受けを目指せる分かりやすさを兼ね備えた線画が描けたのではないでしょうか。この線画はね、線が黒々としていて、白い画面とのコントラスト差がつきますので、印象がとにかく強い絵を描くのに適しています。もうこういう絵を描きたいっていう場合には、ぜひね、この描き方チャレンジしてみてください。繊細で柔らかい雰囲気の線。次に紹介するのは2パターン目。繊細で柔らかい雰囲気の線の描き方です。同じ下書きで描いていますが、雰囲気がさっきとはガラッと変わって、繊細な雰囲気の線画に仕上げることができると思います。さっきの線の描き方を見て、ちょっとね、こう思ってしまった人いませんか？ワンストロークで描かなくてもいいとはいえ、線を綺麗に繋げながら描かなきゃいけないから、なんかものすごく神経使いそう。自分はもうちょっとさーっと気楽に線を描きたいんだよなっていう人。はい。わかります。今から紹介する線の描き方は、繊細とは言いましたが、少しね、気楽に線画を描きたい人にも、すごくおすすめな方法です。さあ、実際に描いていきましょうか。線の透明度を下げよう。まず、この描き方もペンの設定が重要です。この描き方はですね、ペンの透明度を下げて描いていくからです。はい。まずね、透明度100で描かれる線を見てみましょう。さっきのパターンで描いた線もそうでしたが、このようにしっかりと黒々とした線になりますよね。はい。では、透明度を20ぐらいにして描いてみましょう。するとほら、ぼやーっとぼやけたような薄い線が引けるようになりました。ちょっとね、鉛筆っぽいニュアンスを感じることができますね。今回はこの柔らかい鉛筆のような線で描いていきます。ちなみにクリスタには鉛筆というブラシがデフォルトで搭載されていますので、そちらのブラシ濃度を下げた状態で描いてあげると同じようなイメージになると思います。何本も線を重ねて描いてみよう。さて、実際に描いていきますが、今回の描き方は、あえて言うなら、さっき紹介した一つ目のパターンの目の描き方。何度もね、線を重ねていくような描き方で、絵全体を描いていく描き方です。はい。このように、一本で線を描くのではなく、薄い線を何本も重ねていって、一つの線のように見せるやり方ですね。そんな適当な描き方で大丈夫？線って、綺麗に一本で描かなきゃいけないんじゃないの？って思っている人もいるかもしれませんが、大丈夫です。線は綺麗に一本で描かなきゃダメと思っている人は意外と多いんですが、この描き方でも出来上がってみればすごく綺麗な印象を作り上げることができちゃいます。もしかしたらね、この描き方を見て、そんなに何本も線を重ねるのめんどくさいと思ってしまう人がいるかもしれませんが、いえ、それ完全に間違ってますよ。実はですね、この描き方の方が考えようによっては気楽で良い部分があるんです。それが、undo、やり直しの数が劇的に減るってことです。僕はさっきの書き方で解説しました。うまくいかなかったら、コントロール Z で1個戻って書き直しますと。あれは黒々とはっきりした線の場合にはそうなんですが、このね、うっすらとした書き方で書くと、最初の1ストローク目は特にうっすらと薄い線をしています。なので、多少ミスったとしてもですね、次の2ストローク目で印象を補正できちゃったりするんですよね。なので、おおよその目安通りにさえ線が引ければ、多少の違いならどんどんと線を重ねることで印象を補正し、修正しながら全体の線画を描き上げることができちゃう描き方なんです。少しずれていても大丈夫。ほら、髪の毛の描き方を見てください。サイドヘアの毛束の線を描いていますが、よく見ると僕の線は一本ではなく、少しずれているのがわかると思います。少し、ずれてはいますが、でも遠目で見ると、一つの毛束を描いているのがわかるはずです。そういうちょっとアバウトな描き方になっていることに気づきますよね。一つ目のパターンの描き方は、少しでも意図しない方向に線がいってしまうと、綺麗な仕上がりにはならないため、一旦アンドゥして、線を修正する必要
要がありましたが、この描き方は線を薄く重ねていって印象を作り上げていくため、一本のね、線のインパクトがそこまで強くありません。なので、少しぐらいね、ちょっとずれていても、気にせずにどんどんと前に進んでいける、後戻りの少ない描き方というわけです。意外とですね、描いている時間を測ってみると、アンドゥの回数の多さによって、絵を描く時間が長引いてしまうことが多いです。つまり、アンドゥの回数をいかに減らせるかどうかが、絵を素早く仕上げるためのポイントの一つなんですが、そういう意味で言えば、この描き方は、密度がある割に絵を描く時間は短縮できるという、ある意味時短にも特化した絵の描き方であるとも言えるかもしれません。はい。意外かもしれませんが、さっきのパターン1で描くのにかかった時間が30分なのに対して、このパターン2を描き上げるためにかかった時間は、なんと20分です。はい。なんと、パターン2の方が10分も短い時間で仕上げられてしまっているわけなんですよね。これ結構びっくりですよね。影も線で描いちゃおう。さあ、最後のポイントなんですが、この描き方のいいところは、線が濃くなりすぎない、ふわっとした仕上がりになるところなので、影を線である程度描いてあげると、絵全体が引き締まりつつも、柔らかみのあるトーンを作り上げることができると思います。あ、この辺影になりそうだなと思った部分に、シャ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 ッと、軽く斜線を使って影を入れていってみましょう。さっきのようにベタではなく、あくまで鉛筆の調子の一つのように入れていくと、温かみのある印象を作り上げることができると思います。最後に体のラインを描いて、そして服のシワも薄い斜線によって表現していったら、はい、二つ目のパターン、繊細で柔らかみのある雰囲気の線のバージョンも完成です。さあ、ではパターン1とパターン2、両方見比べてみましょうか。はい。いかがでしょう？どちらもね、綺麗な線画という印象はありつつも、全然テイストの違うイラストに仕上がったと思います。力強く、キャッチーな印象にしたければ、パターン1をベースに、繊細で柔らかい印象にしたければ、パターン2をベースに、それぞれのいいとこ取りをしたければ、もしかしたらね、パターン1とパターン2、合体させてもいい感じになるかもしれませんよね。ぜひ、あなたなりの線画の描き方を確立してみてくださいね。でね、今日頑張って線画まで描き上げてみたんだけど、線画を描き上げたら疲れちゃって、色付けまでできないよ。なんかこう簡単に見栄えよく色付けする方法ってないのって思った人もここでいるかもしれません。そんな方にはこちらの動画、お手軽加工でイラストをかっこよくする技5選もおすすめです。これね、加工だけで簡単に色付けする方法知れちゃいます。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。